釉薬研究クラブです。今日はこちらの黒い釉薬のテストピースを作りました。今回からちょっと最初にテスト結果を見て検証して、その後に調合の動画に入っていこうと思います。今回の調合の参考にした本もまたこちらの釉薬手作り帳、野田光一先生が書かれている本を参考に調合してみました。まずこちらが焼成温度を変えてテストしてみて、左側が1230度で右側が1250度で焼成したものになります。配合ですね。そば湯の配合がベースになっている配合が福島長石70に対して天然松灰30、それにマグネサイト5にベンガラが7っていうのが一番ベースのそば湯の調合になります。これ見やすいかな。こちらの上半分が一番基本的なやつが B ってやつのこれになるんですけど、見えづらいです。で C と D っていうのがベンガラの入れる比率を変えたものになります。一番この透明の A っていうのが福島長石70に対して天然松灰30入れた基礎のベース釉薬で、こっちの隣がそれに対してマグネサイトが5にベンガラ7加えたものですね。すごい綺麗ですよね。でこの隣の C がベンガラを10ちょっと多めに入れたやつが C になります。で D っていうのがベンガラを4に減らしたものになりますね。こんな感じで。でこの上半分っていうのがベンガラを使ってて、ベンガラって酸化二鉄なのかなっていう鉄の材料なんですけど、酸化鉄っていうのも持ってて、ちょっとそれどう違うのかなと思ってそちらも使ってやったのがこれですね。ちょっと表情が違うんですけど見えづらいかな。こんな感じになってます。これとこれですね。これが白土で、赤土綺麗になんかね金色っぽくなってすごい綺麗なんですよね。とか超金。こっちが酸化鉄ってやつですね。このかっこいい。これとか渋い。鉄が多い方が光りそうなのに、ちょっとこっちの少ない方がすごいキラキラになってて、これが1250度なんですけど、1230だとあんまり結晶が出なくなってちょっと色が茶色っぽくなってるのかな。同じなんですけどね、同じ釉薬なんですけど結構違いますよね。これちょっと並べてみたらこういう感じで
そば湯はちょっと高い温度で焼いた方が綺麗なのかなっていう気はしました、個人的に。これも左が1230で、よいしょ、右が1250度で、こう1250度の方が結晶とかも綺麗に入ってるし、なんかいいなって。手向きもよいしょ、こんな感じですね。感じに仕上がりました。ちょっと1250度でこうね、1250で白土と赤土のやいい感じ。ではこちらの釉薬をテストピースを作った時の調合動画をこれからやっていこうと思います。ではではよろしくお願いします。
射して見にくいですね。こんな感じ。1250度。こっち側もちょっと待って。1250の方が、こっちの方が結晶が綺麗に。めっちゃ金ですよね、これ。